今日は脂肪を落とすスクワットのやり方を紹介します。ポイントは5つです。まず1つ目、股関節から曲げること。これは意外と皆さんよくできています。2つ目、足裏を浮かせない。これがなかなかできません。3つ目、これも難しいですね。腹圧を抜かないように行うこと。そして4つ目、なるべく多くの筋肉を動かす。これ後からやり方紹介します。最後に5つ目、有酸素運動を含めるです。それでは早速1つ目、股関節から曲げるの解説をやっていきます。まず1つ目の股関節から曲げて、股関節が曲がり終えたら膝を下ろしていく。このスクワットのやり方は皆さんよくできます。ただしこのお尻の突き出し方がちょっと甘い人が多いですね。股関節から曲げてお尻ぐっと後ろに突き出します。お尻をぐっと後ろに突き出して、で膝を曲げて、でこの膝を曲げるんですけれども、どこまで曲げていくかっていうのはその人の柔軟性次第でも変わってきますので、あんまりこの膝がどこまで曲がるかということを気にせずに、きちんとお尻を後ろに突き出して股関節から曲げていく。これさえできていたらお尻とか太ももの裏の筋肉を使うことができます。2番目の足の裏を浮かせないことに関してなんですが、皆さんこの股関節の動きに気が取られていて、かなりつま先が上がってしまったり、グラグラの状態でやっていたりします。もうこんな感じでやってます。なのでこれだとですね、内ももに全然力が入らなかったりします。なので足の裏はしっかりと地面を踏みしめて、足の指で地面をガッと掴むようなイメージです。これは別にワイドスクワットになっても同じですね。足の裏が浮くということはありません。股関節に集中しすぎるあまりに足の裏を浮かせてしまうと、使える筋肉の部位が減ってしまいます。そうすると当然消費カロリーも減ってしまいます。3番目なんですが、股関節を曲げながら足裏も浮かせずに、そしてさらに腹圧までかけないといけません。腹圧をかけておくと自動的にこの内ももの筋肉使いやすくなります。逆に腹圧をかけない状態でやると、この内ももの筋肉が非常に使いづらい状態になりますので、しっかりと腹圧をかけた状態でスクワットを行っていきましょう。そうするとこの足全体ですね、太もも全体の筋肉を使いやすくなります。4つ目がなるべく多くの筋肉を使うということなんですが、スクワットだとこの股関節周りの筋肉で非常に使えるんですけれども、上半身の筋肉ももっと使うことができます。例えばワイドスクワットのポーズを取りながらこの肩甲骨まで一緒に動かしていくと。そうすると肩甲骨周りも非常に多くの筋肉が集まってます。肩甲骨周り、股関節周り、この体の一番大きな関節周りの筋肉を全部動員するということは、筋肉を使えば使うほど消費カロリーも上がりますから、脂肪を落とすために非常に有効になってきます。そして5つ目、さらに有酸素運動的な動きも組み入れていくということで、例えばスクワットを行ってニートゥエルボーまで一緒にやっていくと、こういう動きをやっていくと非常に効果的です。肩甲骨を動かしながら上がってきたら足を上げるとか、こういうさまざまなバリエーションをスクワットの動きの中に組み込んでいくことによって脂肪を落とすことができます。先日足痩せ7日間チャレンジをやって、皆さんにスクワットをしている動画を投稿してもらったんですが、 Twitter や Instagram に投稿してもらったんですが、それを見ていると非常に面白くて、スタートポジションとこのフィニッシュポジションだけ見るとすごく上手にできてるんですが、いつも写真でスタートとフィニッシュだけ見せてもらうんで、あ、ちゃんとできてるんだなと思ってましたが、動画で見るとこのしゃがんでいく間にですね、すごい足の裏が上がっていたり、股関節から曲げましょうねって言ってるんですけど、膝から先に曲がって、でその後股関節が曲がってたりと、すごいね、動画で見るとやっぱり細かいところまでチェックできてよかったです。あとは皆さん、自分のスクワットのフォーム合ってますかと聞かれる方が多いんですけれども、フォームよりか自分が使いたい筋肉が、例えばお尻の筋肉に効かせたいのか、内ももに効かせたいのか、
太ももの裏に効かせたいのかによって、その効かせたい部位に効かせることができてたら別に大丈夫なんですね。フォームばっかり気にするよりも自分が使いたい筋肉がきちんと使えてることの方が大事です。でもちろんこのスクワットの正しいフォームができないから全く効果が出ないというわけでもありません。むしろ最初から完璧なフォームを取ることなんて普通はできませんし、何回も何回も繰り返し練習するから徐々にフォームも良くなっていきます。最初から完璧を求めないようにしてください。あとはスクワットのフォームにはかなり柔軟性も関わってきます。ですから股関節周りが硬かったり背骨周りが硬かったりすると柔らかい人とは異なるフォームになってしまうんですが、それはそれで自分の柔軟性の中で取れる最良のフォームを取れば問題ありません。いきなり体が柔らかくなることもありませんので、自分ができる今の柔軟性でのベストのフォームを取りましょう。例えば胸を張ってお尻を後ろに突き出しましょうと。そして股関節から曲げていくわけですが、胸を張るというポーズはこの背骨周りの柔軟性がなければ腰が痛くなってしまいます。なので胸を張りたいんだけど腰が痛いけど正しいフォームを取らないといけないというジレンマに陥ってしまうかもしれませんが、ここでは痛みが伴う動きは行わないということが大事です。なので胸はあんまり腫れてないかもしれないけど腰が痛くならない範囲で股関節から曲げてスクワットを行っていくと。胸を張ることが一番大事なことではありませんので、股関節から曲げていってきちんと効かせたい部位に効かせるということが大事です。今この注意点を聞いただけではあなたはできるようにならないと思います。何回も何回も練習してその動きに慣れれば自然とできるようになってきます。自分はきちんとフォームが取れないからもうスクワット諦めようと思わないようにしてください。だって今まで全然やったことない動きをやるわけですから、それがいきなりスッとできるっていうのは逆におかしいです。今完璧なフォームが取れている人も何回も何回も行ってやってるから完璧なフォームが取れているだけです。呼吸に関してもよく聞かれますが、呼吸に関しては力を発揮するときに吐くのが普通です。どの筋トレにおいても。なのでしゃがむときは別に力を発揮する必要はありませんから息を吸います。で上がるときにパワーが必要ですから上がるときにふーっと吐いていきます。こうすると効率よく力を使っていくことができます。ただこの呼吸のタイミングが逆になったからといって何か効果に差が出るわけではありません。例えば100キロのバーベルを担いでるんだったらすごいたくさんパワーを出さないといけないので、その時に呼吸が逆だとちょっとやりにくいかもしれませんが、自重でスクワットの動きを行うのであれば正直言って呼吸はしてさえいればどちらのタイミングでもあまり変わることはありません。効果が変わることもないですし、やりやすいとかやりにくいっていうのもそれほど感じることはないと思います。毎日スクワットを練習していくと今まで硬かった股関節もきちんと動くようになりますし、膝が痛くなってたのが膝が痛くなくなってきたりとか、あと足首周りも柔軟性が上がってきます。なのでやることによってどんどん自分の機能がアップグレードしていきます。この動画を見たらあなたのスクワットフォームを動画で撮って、そして Twitter や Instagram に上げてみてください。その時にハッシュタグでマッスルウォッチングだったり高いねというものを入れてもらうと僕がリプライしやすくなります。ぜひ自分のフォームを撮ってみんなに見てもらってください。そうするだけで上達がものすごく速くなります。以上です。